はい、気ままな親父の趣味チャンネルです。このチャンネルでは北海道の北部の情報を中心に紹介していこうと思っております。今回の動画は JAL の上級ステータスの JGC プレミア1のために旭川から広島まで旅行した動画になります。前回前編をアップしておりましたが、今回は広島から旭川までの後編になります。前編では広島空港についてほとんど触れることができませんでしたので、ラウンジなどにも触れたいと思います。よろしければ最後までご視聴いただければ幸いです。せっかく広島に来たのにお好み焼きを食べて終わりそうでしたので、原爆ドームなどがある平和記念公園に行こうと思いました。朝早かったので本通りも人がいなかったですね。旭川でお世話になっているマックに加え、左側にはカラオケボックスのジャンカラが見えてきます。関東は歌広場ですよね。デザインが似ていますが別会社のようです。ジャンカラを過ぎると通りに出ます。たまたま新旧の路面電車が走っていました。朝からラッキーでしたね。横断歩道を抜けてそのまま歩いていくと橋が見えてきました。朝早かったので営業しておりませんでしたが、橋のたもとにはおしゃれなカフェもありました。橋からは原爆ドームがよく見えました。原爆ドームを見た後、原爆の子の像を見に行きました。こちらは原爆で亡くなったすべての子供たちのための慰霊碑だそうです。原爆の子の像を後にし、平和記念公園のメイン広場に向けて歩いていきました。途中炎が見えると思いますが、こちらは平和の灯火です。核兵器を地球上から姿を消すまで燃やし続けようと願って燃えているそうです。昔修学旅行で行きましたが、奥に見えます通称原爆資料館の外観を見てホテルに戻りました。荷造りをしてチェックアウトしました。昨日も通りましたが、地下街の神谷町シャレオの中に入っていきます。まだ早い時間だったのでお店はほとんど閉まっていましたね。今度また広島に来た際には地下街をブラブラしたいと思いました。エスカレーターを上がるとバスセンターです。ローソンなどがありました。奥に券売所、左手には待合という待合所がありました。写真のような IC カードのチャージ機がありましたが、スイカを入れてみましたがチャージできませんでした。バスの中ではチャージができるようですが、結局券売機でチケットを買いました。券売所から見て左側の奥に広島空港行きのバス乗り場があります。その反対側の奥にトイレがありました。時間がない場合は気をつけた方が良いと思いました。広島空港行きは2番乗り場でしたので歩いて行きました。無事に8時15分発のバスに乗ることができました。
今回は助手席側の一番前の席をゲットできました。広島インターまでは国道54号線を走行しました。島根県の松江市までは170キロ、遠いですね。バスの中では乗客を飽きさせない工夫だと思いますが、ディスプレイでクイズをやっていました。いきなりですが、クーデターで今大変な状況になっていますミャンマーを漢字で書けますか？私は4択だったのでなんとなく分かりましたが、選択肢がなかったら分からなかったかなと思いました。皆さんは知っていましたか？他にも何問かクイズの問題がありました。国道54号線を左に曲がると太田川を渡りました。私は川の奥に見える街並みを見ておりました。途中の停車駅であるアストラムライン中筋駅にある停留所で2名乗車してきました。広島インターから山陽自動車道に入ります。広島インターからしばらく走ると広島空港まで35キロの標識が出てきました。その後の標識では岡山市まで144キロでした。今度岡山も行ってみたいですね。途中からサンバイザーを下ろしてしまったので動画が撮りにくくなりました。空港関係者が多く住んでいる西条インターを通過しました。だんだん広島空港が近くなってきました。天気は曇りでしたがハーレー軍団が走っていました。私もバイクを乗るので気持ちよさそうでしたね。そうこうしているうちに広島空港最寄りの高知インターで降りました。そのまま空港接続道路を走りました。前編でもお話ししましたが、広島空港の進入灯を横目に見ていると広島空港までもうすぐです。広島空港が見えてきました。地方空港ですがさすがに立派ですね。はい、広島空港に到着しました。これからバスを降りて空港の方に行こうと思います。これからエスカレーターを上がって出発口がある2階に向かいます。広島空港の中に入ってきました。左側にはもみじまんじゅうで有名な錦堂などが、反対側にもお土産屋さんがありました。お土産屋さんを見ておりましたが、牡蠣の瓶詰めや広島の珍味であります煎じからというのもお土産でありました。結局私は錦堂でもみじまんじゅうを買うことにしました。こちらでもみじまんじゅうを製造しているそうです。ただ今はコロナで製造していないそうです。作りたて食べたかったですね。私は期間限定のさくらんぼもみじと生もみじを買いました。生もみじのあんこは北海道産を使っているようでちょっと嬉しかったですね。お土産を買った後、全日空のカウンターを通りました。全日空の上級会員向けのカウンターもありました。
この後、奥にあります JAL のカウンターの方へ歩いてきました。クリームパンで有名な発展堂が見えてきました。右奥には保安検査場がありました。 JAL のカウンターでキャリーケースを預けました。奥にビジネスラウンジがありましたので行ってみました。ビジネスラウンジもみじです。こちらは各種ゴールドカード所有者は無料で、それ以外の方は1650円で利用ができます。ラウンジでは新聞や雑誌があり、ソフトドリンクを無料で飲むことができました。こちらで驚きだったのは席ごとにテレビがあったことです。 JAL のラウンジでもないサービスですのですごいと思いました。ビジネスラウンジを後にし3階にも行ってみました。レストランがありましたが、このお店はまだ営業時間外でしたので暗かったです。ただこちらのロイヤルは営業していました。展望デッキがありました。飛行機を見ている方が何人かいました。この後保安検査場に向かいました。保安検査場を通過した後、広島空港の JAL 桜ラウンジに向かいました。この日は東京便が出発した後でしたので人がいなかったのでバッチリ撮影できました。ソフトドリンクや各種ビール、亀田製菓のお菓子が置いておりました。私はコカ・コーラゼロと亀田製菓のお菓子をいただきました。普段はこの中の2種類しか置いていないそうですが、スタッフの方のご配慮で5種類見せていただきました。桜ラウンジを出た後、搭乗口に行きました。新千歳空港行きの便は B 搭乗口でしたが、ご覧の通り乗客は少なかったです。これから広島空港10時35分発新千歳空港行き JAL3403 便搭乗開始します。日本航空3000便はこれより優先搭乗といたしまして、大量モットエメラルドサイエタウン JAL グローバルキャブのお客様をご案内です。 CA さんの顔を映したいのですが怒られちゃいますので、下に向けて撮影しながら飛行機に入りました。当日クラス J 席も空いていましたので、帰りもクラス J 席にアップグレードしました。飛行機が動き出しました。手を振ってくれていましたが、なんか嬉しいですし、今後も微力ながら JAL を応援したいと思いますね。いよいよ離陸です。徐々に加速していきます。安い車では感じない G を感じて最高ですね。山々が見えてきました。広島空港から新千歳空港までのフライト時間は約1時間40分程度です。区間マイルは749マイル、獲得フライオンポイントは1274ポイントを獲得できました。途中雲しか見えませんでしたので、飛行機好きの必須アプリフライトレコーダーで現在地を確認しました。今回も
スカイタイムの桃とぶどうをいただきました。天気が悪いですが北海道が見えてきました。道民としてはほっとしますね。高度が下がっていますので苫小牧市の市街がよく見えますね。もうすぐ新千歳空港に着陸です。毎回思うのですが、滑走路に設置する時のタイヤにかかる負担はとてもすごいでしょうね。水しぶきが迫力ありますね。無事に新千歳空港に着陸いたしました。CA さんに挨拶を受けながら飛行機を降りました。荷物を預けていましたのでこちらで受け取りました。外に出ました。この後 JR に乗りますのでエスカレーターを降りました。新千歳空港から快速エアポートに乗り込みました。新千歳空港を出ると次の駅南千歳駅を通過しました。その後しばらくすると札幌の副都心新札幌駅を通過しました。今再開発が行われていて高層マンションなどが建てられるそうです。高層ビル群が見えてきましたら札幌駅はもうすぐです。新千歳空港を出発して40分弱で札幌駅に到着しました。電車を降りてこの後札幌駅の改札に向かいます。乗り換え時間がありましたので札幌駅の改札口を出ました。お昼のお弁当を買うために大丸のデパ地下に行きました。いろいろお店があったのですが中華のお店に行きました。私はエビチリと八宝菜のハーフ&ハーフ丼税込み560円を買いました。お弁当を買った後旭川行きの特急に乗り込みました。札幌駅を出発いたしました。札幌駅を出発してしばらく経った後お弁当をいただきました。旭川駅までの
特急についてはかなりはしょりましたが、この風景になってきますと旭川駅はもうすぐです。こう見ますと旭川も立派な街じゃないですか。私がよく買い物に行く旭川駅前イオンが見えてきました。そうこうしているうちに旭川駅に到着しました。荷物を取って特急を下車しました。イオンがある方の西改札口に向かいます。無事に旭川駅西改札口から出ることができました。そのまま旭川駅の外に出ました。やっぱり旭川寒いですね。これで今回の動画は以上になります。今回は旭川から広島までの JGP 修行を兼ねた旅行についての後編として動画を作成いたしました。今後も飛行機に乗った際には動画を作成していこうと思っておりますので、その時はご視聴いただければ嬉しいです。今後も北海道の北部の情報を中心に紹介してまいりますので、チャンネル登録よろしくお願いいたします。